石破さんが総理になり、彼が就任したことで、国の経済、そして今後はどのようになると分析してますか？どちらかというと、良い方向なんじゃないかと思っていて、石破さんが決まった途端に円高になってるんですよね。で、円高とは何ぞやっていうので、141円かな、今いくつなんだろう。今142円。で、要するにその円高になったということは、円を買う人が増えたということなんですよ。円を買う人が増えたというのは、円を持ってた方がいいよねっていう人とか、日本にあるものを買おうとする人が円に両替して円を買うっていうことなので、少なくとも石破さんがなった瞬間というのは、円に価値があるよねというふうに動いた人が多かったということなので、日本社会にとってはそれいいことだと思うんですよね。で、ただ、円高になると株価は下がるんですよ。円換算すると、日本の会社の価値自体は変わってないんですけど、円が高くなると、その分割高に感じられるので、株を買う人がやってしまう。逆に円安になると、会社の価値は変わってないんだけど、円安になると、円自体が安くなるので、割安に感じて株が買われるっていうのがあって、なので日本って今まで円安にして株価が上がるっていうのをずっとやってたんですよね。日本円としての価格は一緒なんだけど、ドルで買おうとするときに円安に感じるので、日本の株はお買い得だよねっていうので買われるっていうのがあって、円安で株価が上がるってなったんですけど、円高になったことで株価が下がりました。なので、石破さん良くないよねっていう人は、株価が下がったじゃないか。だから石破さんは良くないっていう言い方をするんですけど、円高になったというのは結構良いことだと思っていて、なぜ良いことだと思ってるかっていうと、円安になるとインフレになるよねっていうのが、もうここ1年ぐらい皆さんご存知だと思うんですけど、円安になると海外のものが高くなるので、結果として物価高になりますっていうので、2% ぐらいの物価高がずっと続いたんですけど、で、それがずっと続くと良くないよねっていうので、日銀が利上げをしたんですよね。長期金利を上げるっていう。で、長期金利を上げるっていうのをやったおかげで、円高にはなったんですけど、ただ長期金利上げすぎてしまうと、日銀が利払い結構大変だよね問題とか、あと金利が上がってしまうとマンションとかのローン借りてる人とかもきつくなってしまうよねっていうのがあるので、なので金利を上げないで円高に持っていくっていうのができるんだったら、それはやるに越したことはないよねっていうのがあったんですよ。で、少なくとも石破さんがそれになったとかで、特に石破さんが何したわけでもなく円高になったという意味でいくと、日本の長期的には良いんじゃないかなというふうに思ってます。はい。石破さんが魔人ブーの格好をさせられた話を聞いて、この人本当にいい人なんだなと感じました。本当にいい人で優秀だと政治の世界では天下を取れないのかなと思います。なんとか石破さんに頑張ってほしいです。石破さんって多分いい人がすごく正しいんですけど、ただ石破さんって判断力が正しいわけではないんですよ。ここがポイント。石破さんって動画でも言ってたんですけど、小選挙区制を賛成派だったんですよね。小選挙区みたいな形にすると、例えばじゃあ東京ブロックには政治家が1人しか出れませんってなると、自民党の偉い人たちに、お前東京ブロックから出させねえぞって言われたら、もう出れないので、政治家としての生命が絶たれちゃうんですよ。なので、自民党の中枢に逆らえない構造になっちゃうよねっていうのを、当時、小泉純一郎って人は言ってたんですよ。でも石破さんはいやいやそんなことないよ、朝鮮局の方がいいよっていうのでやってみたんですけど、結果として中枢には逆らえない構造っていうのが今自民党はなっているので、あれは間違いでした、あの判断は恥じてますっていうのは石破さん言ってるんですけど、石破さんが僕すごいなと思うのは、自分の間違いが認められることなんですよね。人間って必ず間違えるんですよ。いつでも正しい人っていないので、僕も酒飲んで喋ってるので、いろんな間違いとか嘘とかいろいろ言ってますけど、僕が言ったことが正しいと信じるのはやめてくださいと。僕が言ったことが正しいかなと思うんだったら、一回ググって確認取ってください。記憶間違いとかズレとかいろいろあると思うので、なので人って間違いって必ずあるんですけど、ただ間違いがあった場合に間違いでしたって認めることが大事なので、それがちゃんとできる人っていうのは僕は評価すべきだと思うんですよね。なので石破さんはそれが間違えてましたっていうのがあるので、なので人間が読めてなかったよねっていうのをちゃんと認めてるっていうのがあるので、言ってることは大体正しいんですよ。正しいというか、その筋が通ってるし、そういう考え自体は成立するよねっていうことしか言わない人なんですよね、石破さん。長いものに巻かれたくないは正しいんですよ。間違ったことをみんなでやってるとした時に、長いもので巻かれるが正しいのだとすると、間違ったことをやる派になっちゃうんですよね。戦後何年も経ってますけど、アメリカと戦争したって絶対勝てねえよっていうのを少数の日本人はあの時代言ってたんですよ。で、海軍の人たちもいろいろシミュレーションした結果、戦争しても絶対勝てませんっていうのは報告してたんですよ。でも多数の人たちとか頭の悪い国民とかが絶対勝てるんじゃね、いけるんじゃねみたいなので、ガンガンいけなんとかなるっしょっていうのでガンガン攻めてって、結果として日本人の兵隊の多くは餓死とか同士討ちで死んだんですよ。アメリカ人に殺された人数より餓死したり日本人から撃たれた人数のが多いんですよ、日本兵って。死んだ人数でいくと。
っていうぐらい間抜けな結果になったんですよね。死んだ人を間抜けっていうのは良くないよねっていうのはそうなんだけど、ただあれをなぜ引き起こされたのかっていうと、多数派のバカに従ったからなんですよ。なので多数派のバカに従うと真面目な人たちも殺されるんですよね。餓死を殺されたと表現するのかっていうのは別ですけど、頭の悪い意見っていうのが多数派になっちゃうと人はそれを信じちゃうっていうのがあるので、なので長いものに巻かれた方がいいよねっていうのはその釈口実としては正しいんですけど、でも本当に正しいことが少数派であっても言い続けるべきだよねっていうのは長期的には正しいと思うんですよ。なので石破さんは多分自民党の中で偉くなることはないしうまくいくことはないんですけど、ただああいう政治家の人がちゃんと政治家として残り続けるのは必要なんじゃないかなと思うんですけどね。はい。石破さんは選挙に行けない人へのアピールはうまいので、選挙に行く人へ変えたらいいと思う。ひろゆきはどう思う？どういうこと？選挙に行く人にアピールができてないってことですか？結局石破さんって割と合理的で論理的な人って言われるんですけど、論理的な人って考え突き詰めると長期的に日本うまくいった方がいいよねとかっていう風になって、高齢者ばっかり幸せになる社会にするより若い人の方がうまくいくとかっていうのが割と議論すればするほどそういう意見になりがちなんですよ。自分が票が欲しいから高齢者に対してガンガンいい政策しますとか、例えばじゃあ旅行団体から支援が欲しいからじゃあ旅行団体にガンガンお金を配りますみたいな、そういう政策ってまともな政治家と議論すると、お前自分の支援してくれる団体に金配りたいだけじゃんってバレちゃうんですよ。なので議論が強いっていうのは逆に言うと弱みがないというか、ここにお金配りたいんだよねっていう感じの支援団体を持ってないってことなんですよね。なので石破さんがじゃあなんで理論は強いとか議論は強いんだけど人気がないかって言われると、支援団体がないからなんですよね。例えばじゃあ石破さんが畜産業界っていうのが支援団体だとしたら、牧場に補助金を配りましょうとか、牛乳に対して他の国から牛乳入らないように関税高くしてで日本の牛乳が売れるようにしましょうとか、自分の支援している団体を得する政策とか言い始めるんですよ。そうすると議論していくと、いやいやお前自分の支援団体を優遇しようとしてるだけじゃねってバレちゃうんで、議論弱くなるんですよね。なので議論の強い人っていうのは基本的に利権がない人っていうことが多いので、なので石破さんはそういう意味では議論に強いっていうで、その地方の人たちには人気があるけど国会議員から人気がないっていうのはそういうことだと思います。はい。基本的に国会議員ってどっか支持団体っていうのがあって、でその支持団体に対してどうお金を落とすかっていうのを考えてるんですけど、石破さんみたいな人がじゃあトップになっちゃうと、俺んとこの支持団体に金くれねとか言われても、いやいやそういうのないからって断られちゃうんですよね。でもその情に熱いって言われる人だと、これをお願いしたからじゃあ今度はこの持続化給付金というのをちょっと配りたいから、電通とかパスナとかに何百億円って払って20億円ピンハネするみたいなビジネスやりたいんだけどどう？前回お世話になったからいいよみたいななあなあの関係ができたりするんですけど、あんまり石破さんそういうのができないんじゃないかなと思います。はい。カメラが回ってないところで質問をした時にどういう回答をするかっていうのって割とその本人の性格に近いんですよ。カメラが回ってる時ってみんなカメラの前の人格をやるじゃないですか。でもカメラが回ってない時って聞いてるの僕一人なんで、嘘ついてもいいしシカトしてもいいしごまかしてもいいんですよ。バシゲルさん、石破茂さんっていう人がいるんですけど、自民党の方で石破茂さんとカメラが回ってないところで僕質問したんですけど、すげえ丁寧に答えてくれるんですよ。テレビの前で一生懸命丁寧に答えるっていうのは親切に見えるっていうメリットもあるので、やるのは当然なんですけど、僕がすげえしょうもないことを聞いた時も結構丁寧に説明してくれたんですよ。僕しか聞いてないのに。なので多分ね、バシゲルさんは素でこういう人なんだっていうのが、顔はいかついんですよ。人の顔のことを生まれつきなんで言うのもどうかと思うんですけど、基本めっちゃ悪そうな顔してるんですよ。あの人がね、イケメンだったらね、もう総理大臣になってると思うんだよね。基本的には言ってることはすごい真っ当で、丁寧な態度だし、言葉遣いもすごい丁寧なんですよ。でもいかつい顔で言葉遣いが丁寧だから、トンネルズが昔やっていた LGBT 笑いネタのキャラっぽいんですよ、すっごい。言い方悪いんですけど。っていうのがあって、せっかく丁寧に親切に話してるのに、その顔のせいで何かのギャグに見えるみたいなのがあって、ほんと損しまくりなんですよね、バシゲルさん。はい。なので、イケメンだったらよかったのになと思ってました。すいません。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。